皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月、11月、12月と3ヶ月をまとめて星の解説させていただきます。もう残り3ヶ月しかないということで有意義に過ごせるように星を解説するんですが、タロットと違って星の動きっていうのは私たちの意識で変えられない部分なので、運勢天気予報として活かしていただければ嬉しいです。そして最後にはタロットでも3ヶ月分まとめて気をつけることを見てみますので、ぜひ最後までご覧ください。ではよろしくお願いします。ではここから蟹座さんの10月をお伝えします。まず10月は心を整えるのにとってもふさわしい時です。これは家の中とか家族のこと、自分の居場所、心、精神を整えて落ち着かせて基盤をしっかりさせるっていうことに光が当たっています。で10月5日以降はコミュニケーションも取りやすくなりますので、ご家族間でちょっと話しにくいことも話してみるとか、何か家の中で決めなきゃいけないことでちょっと遠方に住んでいる家族に連絡を取るとか、何かそうやって自分の人生全般の基盤を整えることに関係するコミュニケーションを取っていきやすい時になります。でさらに10月9日以降は家族だけではなく一般のコミュニケーションとか好奇心が湧いたりとか、少し興味が湧いてくる、何かちょっとワクワクっとした気持ちも入ってくるかなと思います。それとですね、ちょっと10月11日から逆行していた冥王星が、順行に戻るんですけれども、これはもしかしたらですけれども、やはり人間関係で過去に傷ついたことがある人ってみんな一回はあると思うんですね。でもどうしてもその忘れられない人がいるとか、どうしてもあの時の言葉に忘れられないとか、傷ついて忘れられないとか、そういった何か深い傷だったり深い思いっていうものを、そのことにもし苦しめられているとしたら、この10月11日以降少しそれがマシになってくるかなと思います。おそらくもうすでにそれは過去のことだから、自分でももうこれは過去だって分かってるから、ある程度癒してきたとは思うんですが、どこかまだ引っかかっていたものがあったとしたら、ちょっとそういうのを手放しやすくなるのかなと思ったんです。特にこの10月全体を通して自分の家の中とか自分の心を整えるっていうことができる時なので、そういった誰かに対しての深い思いっていうものも消化していきやすい流れになると思います。そして10月12日からクリエイティビティ、創造性が高まってくるとか、もう一回チャレンジしてみよう、やっぱりやってみようっていうようなバイタリティがアップしてくるんですね。そして10月15日が金環日食になります。この日食っていうのは少しエネルギーが不安定になったりして、ちょっとなんとなく眠たいなとか、病気じゃないんだけどうつうつするなみたいな、そういう感覚になりやすい、だるいとかですね、そうなる方が多いと言われているんですが、蟹座の皆さんにとってちょうどこの10月って自分の内側を見るっていう時なので、その昔の記憶が蘇ったり、そうやって誰かのことを思い出したり、ずっと棚上げにしていた家のことをきちんと話し合ったりっていうのがとてもふさわしいタイミングなんですね。でこれは15日だけっていうことではなく、10月15日から言うならば来年の4月までの半年間ぐらいの大きなテーマとして、何か自分の心の奥底にあった重りを外していくとか、ちょっと面倒くさいこととか向き合いたくなかったことに向き合っていくっていう流れがあるのかなと思います。でそして10月24日から決めた方向にじゃあこう進みましょうという形で何か動き出す、自分の選択をし始めるっていうのがあると思います。10月24日からはですね。でこれは何か決め事をするっていうのもいいですし、シンプルにご自身がもうやめたって言って何かを吹っ切って自分の人生に楽しいことを入れていくっていう形で使う方もいらっしゃると思います。恋愛とかレジャーとかそういったことも光が当たるので、ちょっと楽しくなってくるかと思います。それから10月29日が月食なんですね。15日が日食があり、29日は月食があるっていうことで、やはり10月ってちょっとエネルギーが大きく動くんですね。なので10月は先ほど言った自分の心を整える、家のことを整えることによって、後半からじゃあこっちの方向に私は選びますっていうこうしますっていう決断をしていきやすくなるわけです。でその決断が他者に受け入れられているのかとか、自分のわがままじゃないのかとか、そういったことも考えるかもしれませんが、とても人とのやり取りっていうのが濃い時になるので、
十分に感じてみてください。これはすごい自分の中から湧いてくる情熱だったり、やっぱり私はこうしたいんだっていう、そのずっと願っていたことをやっと自分でそこで認めて着手し始めるっていう風にも使えますので、何かとても大きなねエネルギーが10月動くなって思います。そして11月はチャレンジの月になります。これは10月に決めたことを実際に手がけていく、やってみる、挑戦するっていうとっても力強いバイタリティがあるんですね。そのバイタリティを蟹座の皆さんはクリエイティブなことに使えるっていうふうに出ているので、ちょっと怖いんだけどやってみるっていうことは何でもいいです。何でも、お料理でもいいし、何か企画を立てることでもいいし、何かに挑戦してみるっていうことは全ていいです。でその挑戦してみることっていうのはリスクがあったとしてもやってみたいからという自分の心を喜ばせるための行動なので、それであれば多少リスクがあっても大丈夫っていうことです。リスクがなくなるわけではないんですが、そのリスクを超えていけるだけの力がある月っていうことになります。一番華やかに際立っているエネルギーっていうのが、ご自身の喜びをどう表現するか、どう見せるかっていうことなので、表現すること、自分を表すこと、何かを歌ったりとかでもいいし、絵を描いてもいいし、その創作活動でもいいし、こうやって YouTube に出しますみたいな発表するとかでもいいですし、何かご自身の好きなものを表現するっていうことをしてみてください。それが豊かさにつながってくるっていう1ヶ月です。そしてあと11月8日からその家の中のことやっと落ち着くとか、ちょっとホッとするっていうエネルギーもありますので、もし10月にちょっといろいろなんだろうな、川の底の泥を出したがゆえに川が濁っちゃったわってなったとしても、11月ちゃんと落ち着きますからっていう感じがしますね。そしてその次11月13日が新月になります。この新月で要するに決めてくださいっていう感じですね。これはもうお誕生日会とかでパーンってあるじゃないですか、クラッカーを鳴らすみたいな、クラッカーパーンって弾けるっていうような感じのエネルギーです。これは蟹座さんはそう使えるっていうことなんですね。でとっても要するに瞬発的に飛び出していくようなバイタリティがあるので、決めたことをやるって決めたらもうやるみたいな、急に飛び出していくっていう感じがあります。この時意識していただきたいのは、とにかくご自身にその力があるっていうことを思い出してほしいんですね。たまたま今この11月の中旬っていうのは宇宙からの応援でバイタリティが上がってくるねとか、勇気を持って何かをやっていけるねっていうようなサポートがある時なんですけれど、やはりそれは外側に持ち上げられてやるわけではなく、本当の自分の力を信じてやるっていうことになるので、その意思があれば宇宙はいくらでもサポートしますよっていうことなので、その自分の力を思い出すっていうような新月の願い事にしてほしいなと思いました。そして11月22日からは役割をね果たしていく、毎日の健康をしっかりちゃんと管理しますとか、お仕事ちゃんとしますっていう流れになります。そして11月27日が満月なんですね。でこの満月ってものすごくビリビリしてるような、いろんな情報が行き来してる感じがあるので、患者の皆さんにとっては雑務が増えてるとか、雑務が増えているように感じたりとか、自分がやらなきゃいけないことがたくさんあるっていうふうに思いやすいかなと思います。感情的にアップしそうな感じなので、今自分がやるべきことはこれ、優先順位はこれというふうに決めて、着々とコンコンと続けていくっていうふうにしてください。そして12月は自分の役割をしっかり把握して誰とつながっていくかを決めていく時になります。この2023年って、特に後半っていうのはいろんな人たち、グループとか団体とか新しい方向性を見ていくっていうところに大きな発展運がある年なので、これまで考えていた目標と少し違う景色を見たくなるっていう方も多かったと思うんですね。でそれに対してこの11月っていうのは決めますっていうね、ご自身の選択でそこにチャレンジしていく力やきっかけが与えられる。それは他者からのいい刺激をもらってそうなるのかもしれないですし、ご自身の心の状態を10月に整えることによってやっと準備ができたということで着手していくのかもしれないですし、で12月っていうのは、その総まとめで星もたくさん動くんですけども、12月前半はご自身のね生活を整える、自分の役割をしっかりと果たしていく、
手抜きはできないみたいな感じなんですよね。一足飛びに何かをするのではなくコツコツとやっていく。そして、12月の5日以降はですね、金星という社交性も恋愛運のところで応援に来たりしますので、ご自身がもっとなんか輝かしくなるとか可愛くなるとか、恋愛運は普通に上がります。恋愛運だけじゃなくて社交運、人との関係に運がつく、そして自分がこう表現していくことがもっと楽しくなるっていう形があるので、役割をしっかりしながら喜びを継続していくことができるっていうことなんですね。で12月13日が新月です。同時に12月13日から水星が逆行するんですけども、少しねコミュニケーション、特に対人関係の中での決め事、口約束に注意してください。あくまでもそれは気をつけましょうっていうレベルでしっかりと確認すれば何も問題はないんですけども、ちょっとこのトータル的に見て12月新しい方向性が見えている、そして新しい人たちとも関わろうとしている、で喜びもある、チャレンジ精神もある、そうすると何かが欲しくなるわけですね。何かのサポートっていうか、自分にとって足りないと思ってる何かが欲しくなるんですけど、そこで間違ったものを手にしないでねっていうのがあるので、よくよく吟味して契約とか調べるようにしてください。そして12月22日から本格的に、パートナーシップ、人間関係が良くなります。契約運が出てくるってことなんですね。でこれがもう本当に12月っていうのはもう今年の総まとめで、対人関係、1対1の人間関係もいいし、新しい自分が見ている新しい方向性の仲間や協力者っていうものもなんか大きなエネルギーとしてありますし、なおかつ自分の心の欲求を満たすという喜びを満たしていくっていうことも12月あるので、なんかそれらがこう重なると、誰と関わってるのかなっていう感じがするんですね。必要な人と関わっていくんだろうなっていう、何かいい人間関係がねあるような気がします。でその関係性っていうのは、今年の後半ずっと感じていた自分の未来に対して、もしくは自分の新しい目標に対して必要な人、応援してくれる人、サポートしてくれる人、一緒の志を持っている人っていうものが何か近くにいるんじゃないかなと思います。ですのでちょっとこの3ヶ月をまとめると、とにかく大事なのは10月です。10月が一番エネルギーが高いです。でこの高いエネルギーっていうのを外側の何か成功とか発展に使うというよりは、内側を整える、自分を整えるっていうふうに使っていただくと、おのずとそこから自分の力、もしくは自分の情熱っていうものが出てきて、それを覚悟する、決める、そしてその役割を果たしていく、そしてその協力者に出会っていくっていうような流れになっていくと思います。ということで、星の流れはここまでにして、これらを踏まえてタロットも見させてください。ハンド4、わあすごいね。なんかまるで